Buenos días. Gracias por ver siempre mis videos. Mi nombre es Puri. Significa por tu inate。こんにちは。プーリです。今回プレイするのはイーグレット2ミニに収録されているタイトルの中から1996年に台東から発売された業務用固定画面アクションゲームのバブルメモリーズです。El juego de todo lo que puedes jugar esta vez es el juego de acciónバブルメモリーズlanzado en 1996。まずイーグレット2ミニは何かというと、台東が1996年から自社運営アミューズメント施設を中心に設置していた汎用型ビデオゲーム筐体のイーグレット2をモチーフにしています。本体内に1970年代後期から1990年代にかけて台東が発売したアーケードゲーム作品40タイトルをプリインストールしているものです。私が生まれる前のものがほとんどで謎すぎるゲームばかりなんですけど、特に突っ込みたいのはルパン三世のゲームがあって、アニメのルパン三世の面影が全くないものだったりします。それはそれで当時は人気だったのかもしれないですね。話を元に戻して、バブルメモリーズのキャッチコピーは今度の泡はでっかいぞということで、大きな泡を吐くことができるようになっているのが特徴です。バブルシンフォニーに続くバブルボブルの後継作で、泡吐きドラゴンのバブルンとボブルンが吐いた泡で敵を閉じ込めて、それを割ってやっつけるというバブルボブルのゲームデザインを継承しつつ新要素を取り入れた作りになっているんですよ。実写取り込み背景や輪郭線の薄いフラットな色彩のキャラクターなどはパズルボブル2とビジュアルコンセプトを共有しています。イーグレット2ミニの中にパズルボブル 2X も収録されていて、並行してプレイしているんですけど、こちらもすごく面白くて実はハマっていたりします。バブルメモリーズはサブタイトルにザ・ストーリー・オブ・バブル・ボブル3と付けられているのは、バブル・ボブルとレインボーアイランドから続くバビーとボビーという2人の少年兄弟の活躍を描いたものであることを意味しています。実は同じサブタイトルが付けられたパラソルスターという外伝的続編ともいえる作品が先に PC エンジンでリリースされていたりします。そういえばパラソルスターは PC エンジンミニにもひっそりと収録されていたことを思い出しました。機会があれば遊んでみようかな。あと前作のバブルシンフォニーは彼らの子孫たちが活躍するという位置づけになっているので、ザ・ストーリー・オブ・バブル・ボブル3というサブタイトルは付けられていないということらしいですよ。もうすでにゲームをスタートしているわけですが、ゲームをスタートすると物語モードか練習モードのどちらかを選択します。練習モードはゲームシステムのチュートリアルを交えながらのプレイとなっています。こちらはノーマルモード、スーパーモード各10面の計20面構成にタイムアタックがつくんですが、今回はノーマルモードの練習モードをプレイします。ちなみに物語モードはノーマルモードとレベルと敵の配置が変更されたスーパーモード各80面の計160面構成で、10面ごとに計7種類の中ボスが登場します。キーアイテムのレインボーポーションを7種類全て集めることで最終ボスへの道が開かれて、80面の最終ボスであるスーパーダークグレートドラゴンを倒せばエンディングとなります。もし条件が満たせなかった場合は70面クリア時点でバッドエンディングになっちゃうんですよ。これがかなり難しくて、コンティニュー使ってもまだクリアできていないんですよね。バブルメモリーズの新たな要素としては、泡吐きボタンを押したままにするとプレイヤーのバブルにエネルギーが溜まって、ボタンを離すと通常の4倍の大きさの巨大バブルを吐いて、複数の敵を一つの巨大バブルにまとめて閉じ込めることができちゃうんです。あと巨大バブルでないと閉じ込められない巨大な敵が登場したり、巨大バブルから変化するラウンドクリアフードも巨大なものになります。複数の泡に閉じ込めた敵をまとめてやっつけるまとめ割りの得点に倍率がかかるようになって、複数の敵を巨大バブルに閉じ込めてまとめ割りするとまとめ割りの得点が2倍になります。それから複数の敵を一旦普通の泡に閉じ込めて、それらをさらに巨大バブルに閉じ込めてからまとめ割りすると、その得点が3倍になったりします。イーグレット2ミニ以外の移植はプレイステーション2で2007年1月25日発売の台東メモリーズ2上巻に収録されたものがあるみたいですね。ストーリーはこんな感じです。あるところにレインボーアイランドと呼ばれる島があり、かつてその島の住人がさらわれる事件が発生したが、虹の魔法を身につけた2人の少年兄弟バビーとボビーの活躍によって事件の黒幕である暗黒大魔王は倒され、住人は全て救出された。
その後のレインボーアイランド、その中心にはレインボータワーという塔が立っていて、島の平和の象徴とされていた。バビーとボビーは村人と共に平和な日々を過ごしていた。ところがある日、どこからか悪者が現れてバビーとボビーに雷を落とし、泡吐竜の姿へと変えてしまい、さらに村の宝で竜から人間の姿に戻す魔法の薬レインボーポーションを奪い、それを7つに分割してしまった。悪者はそのまま塔へと籠城した。泡吐竜に変えられたバビーとボビーはレインボーポーションを取り戻し、悪者を倒すべく塔へと向かった時、そこにはかつて2人が倒したはずの暗黒大魔王の姿が。歴史は再び繰り返す。こんな内容です。このイーグレット2ミニにはバブルボブル、レインボーアイランドエクストラ、バブルシンフォニー、動画の初めに少し話したスピンオフ作品のパズルボブル 2X も入っていて、台東がこのシリーズに力を入れていたのがよくわかりますね。じゃあなぜ私がバブルメモリーズを最初に選んだのかというと、練習モードがあって一番簡単だったからです。物語モードもそうなんですけど、このシリーズはステージ数が多くて全部クリアするのに時間もかかるし、難易度も高いんですよね。とてもじゃないですけど動画に向いていないような感じです。さて、トントン拍子で7ステージまで来ているんですけど、練習モードといってもコツをつかむまで結構かかってるんですよね。物語モードも遊んでいて、まだバッドエンドしか見たことないんですよ。真のエンディングを見るためのレインボーポーションを全部集めきらないんですよね。全80面なのでかなり辛いものもあったりします。アイテムは種類がたくさんあって紹介しきれないので、ゲームを有利に進めるための基本アイテムを紹介しておきますね。これらが出た時は必ず取っておきたいものばかりです。ピンクのキャンディーはバブルの飛距離をアップ。出現条件はバブルを35個吐くこと。ブルーのキャンディーはバブルのスピードがアップ。出現条件はバブルを35個割ること。オレンジのキャンディーはバブルの連射能力をアップ。出現条件は35回ジャンプすること。シューズは移動スピードがアップして、出現条件は123キャラ分歩くことですね。水色のクリスタルリングは歩くと10点単位で点数が入るようになります。出現条件はブルーのキャンディーを3つ取ること。紫色のアメジストリングはジャンプすると500点入るようになります。出現条件はオレンジのキャンディーを3つ取ること。赤色のルビーリングは泡を吐くと100点入るようになって、デカ泡を吐くと300点入るようになります。出現条件はピンクのキャンディーを3つ取ること。赤いランプは3種のキャンディーと3種のリングの効果全てで、出現条件は魔法の杖を5個取ること。青いランプは3種のリングの効果全て、出現条件はラウンドクリアフードを30個取ることです。ランプが出たら絶対に取りに行きましょう。さて、最終の10面まで来ました。ボスのスーパーモンスタです。ボスと対決する前にもチュートリアルがあるのは練習モードならではで優しいですね。アイテムを取ってからサンダーバブルで攻撃していきます。バブルンが向いている反対方向の横向きにサンダーが飛んでいきます。ノーマルのバブルでは倒せないので絶対に取らないとですね。スーパーモンスタの動きは単調で読みやすいので割と簡単に倒すことができますよ。大きなサンダーバブルを割って雷を当てるとたくさんダメージを与えることができるので積極的に使っていきましょう。ライフが全部なくなって泡に包まれました。この隙に泡を割るとボスを倒すことができます。練習モードということもあってあっという間にボスを倒すことができました。最後は宝箱から出てきた宝石を取って得点を稼ぎましょう。たくさんアイテムが出てくるとなんだか嬉しくなっちゃいますね。
何か巻物のようなアイテムも出てきましたね。バブルシンフォニーの練習モードを見事ノーミスでクリアしました。可愛いし割と簡単なので練習モードはちょっとした息抜きにちょうどいいかもしれないですね。うわー、惜しかった。ラウンド9だけタイムレコード取れなかったのは悔しい。ランキングで1位になったのでせっかくだから登録しておこうと思います。 P。 あ、間違えちゃった。うわ、制限時間が短くて焦っちゃいますね。 U L とポップなデザインなのにスピード感ある展開ですごく面白いですね。バッドエンディングがあったりスーパーモードがあったりやり込み要素満載でプーリのおすすめゲームに追加しちゃいます。今回の動画はここまでです。次はメガドライブミニのゲームをしてみようかなと思っています。メガドライブミニ2は紹介していましたが初代のメガドライブミニは紹介してなかったですもんね。次回の動画も楽しみにしていてくださいね。コメントもどしどしお待ちしています。また次回の動画も楽しみにしていてくださいね。いいねやチャンネル登録もしていただけると次の動画作成の励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。クーディンガスサンルインドデアー。